皆様こんにちは、米谷彩子です。今日は J テあるいはリコシェと呼ばれている飛ぶ弓についてお話ししたいと思います。弓というのは少し上から弓を落とすと自然に飛びます。このようにリコシェっていうのはよくパガニーニに出てきますけれども、今日はベリオのバレエの情景という曲があるのですけれども、それを使ってこのリコシェを練習してみたいと思います。このバレエの情景という曲は中級にあたるというか、学生の時に学習するといい曲です。いろいろな違うボーイングが出てきますし、オペラのように歌えるフレーズもあって音楽的にとってもいい曲だと思います。私は子供の時から角三郎先生に師事して高校卒業まで日本で教育を受けました。今ではあんまり弾かれることのないスチューデントコンチェルトと言われていると思いますけれども、ダンクラ、ベリオ、ローデ、ビオッティといった曲を小さい時によく演奏会で弾いた覚えがあります。アメリカのお国柄のせいなのか、それとも今の時代なのかちょっとよくわからないんですけれども、あんまりこういったスチューデントコンチェルトにあたるレパートリーを弾いてるっていう生徒さんは最近お見かけしません。最近は本格的な演奏会とかコンクールの課題曲に出てくる曲というのが優先されて、本当はこのベリオとかローデとかをやるとテクニックをつけるには最適だと私は思うんですけれども、すぐにどうもブルッフ、メンデルソンといった有名な曲を小さい頃からやっているような傾向が見受けられます。このベリオのバレエの情景に出てくるリコシェはパガニーニによく出てくるような4つ続くのではなくて3つの音が続くので少しとっつきやすいと思います。ちょっと弾いてみますね。これが2ページのところなんですけれども、面白いことに3ページ目になると少し威厳が増えて少し難しくなります。こう全部の指にかかりますのでちょっと威厳が難しくなります。それと4ページ目に行くとこれはリコシェアルペジオと呼ばれて行き帰りなんですけれども、普通はだいたい行きだけの場合はダウンボーの時が多いです。アップボーでっていうリコシェは私はあんまり見たことないんですよね。でダウンアップっていうのはこれはメンデルソンのコンチェルトを弾く準備になると思います。それでは2ページ目に戻ってリコシェの練習の方からしてみましょう。まず同じ弦で飛ばすこと。例えばいろいろ試してみてください。それかちょっと難しいですね、これは。あんまりモードに近づいてきてもやりにくい。それができたら左手を取って
ゲのシャープなんかが遅れないように気をつけて、それでバスケットボールのボールをこうバウンスさせるみたいな感じで、大事なことは最初のバウンスをする前に弓をこう引くって引っ張る意味の引いてしまったらダメなんですよね。例えばタタタタンタタタテンっていきたいんですけど、でこう弓をこう引いてしまうんじゃなくて、このバウンスするまで弓が上にいて、これのエネルギーを使ってるわけですから、これを先に弓で引かない、そういうようなことがすごく大切だと思います。では3ページ目に行ってみましょう。3ページ目は少し難しくなってきます。だから開放弦でどこが一番飛ぶかっていうのを見極めないといけないと思います。ちょっと硬いですし、ちょっと飛びにくいです。私はこれぐらいのところが飛びやすいです。これになってくるとちょっと、ただ弓によっても違いますし、人の弾き方によっても違いますので、一番バウンスができるところを探してみてください。どちらかというとこう音楽が先に行きたいものだから、このアッポーなどがこう割と早く弾いてしまう。きちっとバウンスするまで待ってください。弓を垂直に飛ぶ前に水平に動かしてしまうと飛びません。いつも私は生徒さんに言うんですけど、Let the ball does the job。だから弓に仕事をさせるように勝手に飛んでくれますから。その邪魔をしないっていうことが大切だと思います。それでは4ページ目のリコシェアルペジオをちょっとだけ見てみましょう。このリコシェアルペジオっていうのはある程度の速さがいります。遅すぎると弓は飛びません。それともう一つ、こっちでバイトって言ってるものなんですけど、最初っていうのはダンボの最初とアッポの最初、これに少しこう噛むですね、噛むようにこう少しこうドリブルをしてる時に少し弱まってくる時にもう一回こう入れるような、そんな感じのちょっとしたこうキックみたいなのが少しいるんですね。だからこのままってなると弱まってきますから、これとそれと今自分でやってみて思ったんですけど、こういう感じにこう内にこもるよりも割と自分の体を使ったらこう少しこっち行く時はこういう風に言ってすごくじゃないんですけど使うとやりいいかもしれないです。こんな感じのボーイングができてくるとパガニーニの時にいっぱい出てくると思うんですけど、カプリスとかコンチェルトとか出てくる時でも4つのアルペジオが弾けるようになると思います。それから4ページ目の最後にはなんていうのも出てきますし、この曲は例えば最初
曲はこの最初からこんなこう重音で出てきますし、和音の練習にもなりますし、なんといっても19世紀特有のロマンチックな作風がこの曲には溢れてると思います。この最初のテーマのところをちょっと聞いてみてください。ちょっとお涙頂戴的な結構単純なメロディーではありますけれども、バイオリンの歌う魅力っていうのをとってもよく表しているメロディーだと思います。私が小さい時にテレビで多分イタリアのシンガーの方だったと思うんですけれども、もう誰かも覚えてませんけれども、イタリアではもし子供が生まれてとっても音楽的に才能に恵まれてて、一番音楽的に恵まれてたら歌手にさせろって言うんですって。それでもしその子に声がなくて、次に才能があったらバイオリニストにさせろって言うんですって。いろいろ楽器がありますから、そういうふうに順番をつけてしまうと語弊があると思いますけれども、それだけバイオリンは人の声に近いし、歌うことがとっても重要な楽器だと思います。だから私はこの19世紀の多くのものはこのバイオリニストが作った曲ですけれども、それを弾くっていうのはその学習のために不可欠だと思います。こう演奏会で使う協奏曲の前にもうちょっとこうステップを作ってあげたらいいなと時々思ってます。今日はリコシェからレパートリーについてお話ししました。ちょっとこの前作ったショートのリコシェとちょっとダブるところがありましたけれども、また次回にお目にかかりましょう。